非常に良好。OK ですね。はい。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドルです。よろしくお願いします。今日は実はライブのチャンネルを1個だけ減らしました。先物の方の。こんばんは。どうもこんばんは。よろしくお願いします。週末はいつもWi-Fi が不安定なので、1個ちょっと減らしてみたら、今日は調子が良さそうですね。でもやっぱりお花、こんばんは。どうもお花さん、よろしくお願いします。音声が入るので。でもやっぱりいろいろやっぱ調べたら、5G のやっぱりルーターより光ファイバーの方が全然配信者に対しては上り下りの上り回線っていうのが全然違うので、多分このお盆にかけてはね、だいぶ安定した放送ができるんではないかなと思っております。よろしくお願いします。で、最初にまたすいません。ちょっと変な、また話できないですけど、実は昨日の夜中、母親の車がですね、パンクしまして、で、パンクとか、車のトラブルってほら、なかなか慣れないと、パニックるじゃないですか。なので、僕が、ちょっと、寝てる時になんか起こされて、タイヤがパンクしてるんだけど、と思って、JAF 行けばいいじゃんって言って、で、朝、今日タイヤのパンクを見て、あれ、スペアタイヤがないっていう話になって、最近の車、皆さん車持ってらっしゃいます？最近、僕の車ちょっと古いプリウスなので、スペアタイヤが入ってるんですよ。で、最近の車はスペアタイヤが入ってなくて、このパンク修理キットっていうのが入ってるんですね。これって、もう常識だったんでしょうか？僕ね、それを知らなくって、で、タイヤのパンク修理って今は、とりあえずこのキットを、なんとか注入して、で、釘を、刺されたまんま、そこを固めて、で、一時的にタイヤパンク修理をできるようなものっていうのが入ってるんですね。軽自動車とかも結構多いみたいですね。ということで、これ便利だなと思って、早速僕ちょっとね、自分のはスペアタイヤ乗ってるんですけど、なんだっけ、キットだけは別で、メルカリか。で、2000円ぐらいで買いました。古いものなので、この修理キットっていうのが本当に機能するかどうかわからないんですけども、これ、なんか持っといた方がいいなと思って、で、YouTube でもこのタイヤ修理キットってタイヤのパンクの応急処置も結構動画で載ってたので、これはいいわと思って、今日買った次第でございます。はい。でですね、なんでこの話を今日してるかというと、これです。はい、出ました。8月のですね、13、14、15あたりかな。16の夕方に帰ってこようかなと思ってるんですけども、前にもね、春にお話しましたかね。東北36道村ということで、このお盆にですね、また、東北を回っていこうかなと、プランでおります。で、そろそろ、この計画も立てようかなと思って、今日こういう計画を立てれたのは、このね、今週、米国株も含めて、だいぶ株の方が、ちょっと、いい感じにね、なってきたので、ちょっと安心してるところがあって。やっぱトレーダーとしてはずっと、なかなかね、本当調子が悪い時で安心できない日がね、続いてたんですけど、これで少し先が見えてきたのかなっていうこともあって、今日はちょっとこの話もしました。で、今、ちょっとスケジュールを、いろいろなんていうのかな、調整してまして、どうかな。
本当はね、11日の木曜日が祝日、山の日でしたっけ？あそこから行きたかったんですけど、まだちょっと都合がつかないので、13日の土曜日だ。カレンダーが今なくてかですね、土曜日だったかな？土日月火ぐらいで行きたいなと思っております。で、まあ、どこから出発するかっていうか、この東北の、山形から出発、本当はなんか番号が1番から36番まであって、東北 6個ありますので、最初1番がね、山形だったと、今ちょっとこれポッと出てこないので、山形の場所が。まさかこれかな？山形って。ここかな？いきなり。これか。これかな？あ、ここかもしんないですね。奈良沢不動村とかありますよね。はい。山形って言っても結構これあれですね。なんか、なんて言ったらいいんでしょう、こっちは。福島の那須とかから上がってったところなんですね。どのルートから、書いてあった31番で出てきた。あれ？これ31番？これ30番。31番。やっぱ山形からスタートだったな。はい。山形スタートの秋田、青森っていう感じで帰ってこれるのかな。はい。ということで、今回は山形から青森まで行けるのかな？青森から愛知に帰ってくるってどれぐらいなんでしょうね。なので、結構ありますよね。はい。日本海で行った方が早そうですね、これ。パッと見た感じ。まあ、当たり前ですけど人生一回しかありませんし、今できることで、こういうこと。本当は北海道とかここをね、貫通すれば、車で行きたいんですけどね。これ、僕らが、長丁場僕らが生きてる頃にはどうなんですか？この青函トンネルって車が通るのかな？なんか噂はあるんですけどね。ここが通ると新幹線が先に通るのかな？北海道新幹線か何かが来るって言ってましたね、ここ。新幹線か車が通れる日が来るんですかね、ここが。いや、夢ですよね。はい。一つの夢ですね。で、やっぱり東北は、夏場じゃないとなかなか冬になると、こんなん行けないので、この豪雪地帯とかは。なので、多分、お盆に行って、冬はまた南の方、年末は、もうここは一回、88カ所、福島行きましたのでね。またちょっと、どっか考えて、年末はあったかいところを回っていきたいなと。九州までは行けるかわかんないですけどね。はい。まあなんか僕の今とって贅沢なんですかね。本当花撮ったりとかもいいんですけどね。はい。ちょこちょこ近場で花撮ったりもいいんですけど、シーズン的には花が今5月、6月は終わっちゃったのでね。ということで、一応、多分、8月の14日の土曜日かなんかは、ライブがお休みになると思います。この代わりちょっとすいません。また、いつも TikTok の方はライブ、また、やると思いますので、またよかったらトロの CFDFX1224 本日はライブにお越しくださり、ありがとうございます。音声が。24ハリブ回線は2つに減らしました。これうるさいですね、これ。今日は久しぶりに米国株のいい今、止まりました。これやっぱあれですね。不安定だと音声が勝手に行ったり来たりするんですね。困りますね。はい。ということで、話の途中にこうなってしまったので、一応、また、コミュニティとかブログとかで、お伝えしたいと思いますね。TikTok の方では、車中、映像を流したりしてますのでね。
でもね、TikTok 最近厳しくって、車の映像を、動画で配信してると、危険行為だっていうことで、ポシャっちゃうっていうか、ライブ終了する場合もあります。やっぱ多いんですかね、最近。運転しながらそのドライブレコーダー代わりに、僕たちは固定してるんですけど、カメラを。危険行為っていう風に見なされてしまうというか、ということで、東雲さんはあれですよね、きっと。前僕がやった YouTube で、プライムプリズムだったかなんかそのソフト使って、運転しながらね、株のこと話してますけど、ちょっとね、東北あと、インターネットの回線もわからないので、すごいブチブチ切れるかなと思って、TikTok だったらまあ、切れちゃってもいいなと自分で勝手に思ってるので、まあそういう様子はね、またお盆はそういうことであったり、またよかったらね、ブツブツ言ってるかもしれませんのでね、遊びに来てください。昼はお盆ブツブツ言ってるかもしれません。はい。はい。それではですね、はい。チメジーさんあれでしたよね。北関東でしたよね。はい。だから帰りにもしかしたら16日のあたり、おるかな。でも今回は多分、日本海側で行って日本海側で帰ってくる感じかもしれませんね。一応、山形のルートは本当は、でも米沢ってどうやったら行けるんだろう。どこが早いんでしょうね。日本海側の方が早いのかな。まあ、空いてる方の道で行った方がいいので、関東を避けた方がいいなら、やっぱり、日本海側から攻めていった方がいいですよね。新潟まで行って、村上あたりから入っていって、みたいな感じですよね。1回だけ、はい。2回か。ということで、こっちは、行きました。岩手は。で、大学時代で1回だけ、秋田まで行きました。でもまあ、やってみたいなと思います。はい。それでは、今日の、いいお話をね、いろいろ今日はしていきたいなと思います。特集は、米国株のね、決算、それから日本株の決算になります。で、まあ、今日はいいとこのお話ばっかりになるかもしれないですけど、久々、もうずっとこの半年ぐらいね、あんまりいいお話できなかったと思うので、いろいろね、みんなで、共有していきたいなと思います。まず、今日の、金曜日の、はい、市場の方から確認していきましょう。いいお話なのでね、昨日でもいや、もうほんとナスダックとか嬉しかったですね、S&P とか。はい。また、良かったのが、これが7月の29日の月末の締めがここで終わったってことです。で、やっぱチャートを見ているとわかるんですけど、月足の確定が、あれ31日って明日ですよね。ということで、これで月足確定なんですよ。なので、例えば、これナスダック、これで、週明け、すいません。どこだこれでコモディティ、ウォッチリストこれで見れる。これか。ナスダックちょっと今出しますけども。はい。この今のチャート、これナスダックの日足ですけど、これが週足にすると、週足がこうですよね。1ヶ月の。はい。で、その次の月足。これですね。これですよ。月足。1ヶ月の月足がこの大陽線で終わったってことです。これが大きい。ここで確定したのでね。はい。1ヶ月の締めがここで確定したのがいいです。12,900 で終わったことがありがたい。まあ、ここから8月下がってくるのは多少あるにしても、例えば月足でこう見るときにナスダックを、12,200? このラインですね。12,200 ぐらいまでは落とすかもしれないけども、でもこの、
11,500 というこの底、実践の6月のここまでは底堅いなっていう、この底堅いのが嬉しいですよ。はい。11,500 までまた下げてったら、みんなもうナスダックも S&P もどこまで行くんだいってなるといけないので、ここで一回ね、上げていったことが大きいです。でしかも月末だったっていうのが大きかったですね。はい。こういうチャート見てるとやっぱり月末とか週末とかのなんていうの、区切りってすごく大事だなと思いますね。みんなここで、ここで終わったわっていう感じが大きかったです。はい。じゃあ、また続きますね。それから S&P も4130ですよ。久々ですよ、こんなとこで止まったの。こっちも、すいません、こっちも見ますね。皆さんやっぱり S&P とナスダック絶対注目してるはずなので、はい。週末、これ。いや、よかった。一応僕がこれ書いてある週の、本当は4200っていうところで止まると一番良かったですけど、ここぶち抜けばいいですけど、まだまだぶち抜くのはね、週末だと難しかったですね。月見ましょう。S&P500 の。うわ、見てください、これ。6月の下げてたものをちょうど実践で戻したって感じです。わかります？赤いバーがこれ出てますよね、6月。で、7月が同じように戻してるんですよ。これは大きい。はい、底堅い。ここで。癒しで見る。こんな感じですね。はい。ただ、みんななんか米国株でも、リセッションっていうかね、景気後退。この間、お花さんも言ってらっしゃった、GDP もね、ちょっとマイナス成長で、2期連続アメリカは、3ヶ月とマイナスが続いたので、この半年でマイナスが2回続きましたので、今年1年は、成長率マイナスなんじゃないかっていうことは確定してるかもしれないですけど、だからといっても、僕らは、マイナスを半年以上経験して、じゃあここでもっとマイナスになるかっていうことより、ここで一つ止まるんではないかなっていう明るい兆しで、もしかするとここが一つ新しいものを買ってもいい買い場なのかもしれないなっていう希望もあるわけじゃないですか。ここが大きいと思いますよね。まだまだ今年ずっと下がるかもしれないと思ってたとこも、多少こんだけ6月あたりは悲観してたと思うんですよ。はい。だから、アメリカがまず、世界のね、まだ中心の、アメリカがね、下げ止まったっていうところが大きい。S&P とナスダックがこんな動きをしてくれました。はい。ということで、面白いお話ばっかだったと思うんですけど、こちらの方ね。ラッセルが 0.77、小型株はそうでもなかったです。とにかく大型株が戻ってきたっていう感じですね。はい。先物も同じぐらいですね。乖離してません。ちょっと先物の方が1万最後3000近くまで行ってます。これちょっと行き過ぎな感じはします。はい。金利、2年債 2.891 ということで、そろそろ、2年債も、この10年債も、2年債だったら 3.2 くらいまで上がるかどうかぐらいですね。前って。で、10年債も 3. 点ちょっとぐらい上がるかどうかぐらいで収まるかなーって、ここで調整してくるはずです。FOMC の話も良かったですよね。パウエルさんの話もここの金利をうまく見ながら調整していきますっていうことをしっかり言ってくれたことが大きかったですね。やっぱ株でも当たり前ですけども、FOMC の話ってこんだけ影響力があるんだなと。他の決算とかよりも、何よりも、やっぱりこのパウエルさんの話で、やっぱ変わってしまうっていうか、あれで、ちょっとまた、金利政策 0.75 から1っ
急激に上げてみたりとか、まだまだ景気は後退するだろうっていう発言があったりとか、すると、決算のアップルとかアマゾンとかが良くても上がってこなかったかもしれないですね。こんだけやっぱり、影響力大きい。で、特に、ちょっと、皆さん為替見ました？ドル円とか。やっぱり、FX やってる人は逆に、このパウエルさんの話がから強烈すぎちゃって、ドル円ずっと140円近くまで上がってたじゃないですか。一気に133ぐらいまでいっちゃって、132までいったので、これ多分 FX やってる人は、この値動きは耐えられなかったと思います。だから逆に言うと、FX やってる人はすごくもしかしたらロスカットにあったりとか、あと、僕もちょっと探しますけど、自動売買されてる方は、もう自動売買だと難品マーチン系って言って、下がってきたら買って、下がってきたら買ってって自動でやるもんですから、こんだけ値動きが荒いとですね、やられてしまうんですね。なので、これは自動売買また、どっかで、お話ししたいと思うんですけど、FOMC とか、その大きい指標にあるときは、絶対電源というか、そのシステムをオフにしないと、ほとんどやられてしまいます。これ今回すごかったですね。ドル円も3円、4円ぐらい動くって、FX からしたらもうとんでもないことだと思うので、でも、それを狙って、儲けてる人もいるかもしれませんけど、それはもう、博打ですので、ほぼほぼ。僕的にはその、安定してる時に FX はやった方がいいと思っております。聞いてくる方もいらっしゃるので、僕はどちらかというと安全志向じゃないんですけど、急激なボラティリティのある時は、どっちかわからないので、それを予想するのは難しいので、そこはトレードやめた方がいいっていう、言いますね。はい。僕は、そっち派なので、こういうところで、ダーって取った、やったーって、やっぱそれは偶然としか言えないので、はい。そういう感じです。ちょっとドル円の話になっちゃうんですけど。戻しますね。世界の動きを見てみます。これ、金曜日中国って何かあったんですかね？中国と香港だけガチンと下がりました。はい。これ香港も2万切りそうだったのでどうしたんだろうと思って、で、アリババがめちゃくちゃ落としてましたね。はい。篠梅さん今日いないですけど、よかったですね。売り抜けてて。アリババが 10% ぐらい落としてたので、やられますよ、あれ。CFD やってるとは思ってないですけど、CFD やってたら、やられますね、あれ。1日で 10% 株で落とすと、やられちゃいますね。はい。その他ですけども、インドが戻ってきました。はい。17,000まで来ました。で、あと、東南アジアは実はそんなに動きはなかったですね。インドだけでした。ヨーロッパもそうでもなかったです。でもドイツが 13,400 なので、少しやっぱ戻ってきましたね。はい。何にもないとスルスルスルーっと、ユーロもドイツも、戻ってくるかもしれません。ただ、エネルギーの関係とか、金融政策とか、そういう指標がまたちょっと出てくると落とすかもしれませんけど、ユーロもスルスルスルっと 3,700 まで来ましたね。はい。ちょっと前は 3,500 ぐらいでしたけどね。はい。他の動きはトルコがまたいい動きをしてます。ということで、アルゼンチンがちょっとおかしい動きしてますね。はい。ですね。こんな感じですね。金曜日は。コモディティもちょっと見てみましょう。コモディティも上がってます。コモディティも上がって株も上がってるので珍しい現象ですけども、ゴールドも上がってきてます。1760なので、これは、多分ですけど、ドルの関係だと思います。ドル高？はい。この、ドル高の関係でゴールドも上がってる、シルバーも上がってるという見方をしますね。はい。円が、でも円高になってるからな。はい。
ドル高っていうのも最近変ですよね。このダウの指数が上がってるんですね。はい。で、それからプラチナパラジウム銅はこんな感じですね。原油も100をやっぱり切ってきましたね。100まで1回行ったみたいですけどね。ニューヨーク原油も。天然ガスもちょっと激しい動きしてましたけど、まあ、高いところで推移してます。ソフトコモディティですが、大豆がちょっと上がってますけど、まだ下落トレンドのはずです。陶器はね。短期は今、ちょっとだけ上がってきてますけど。小麦もね。はい。でも、下落の方だと思います。一時的なものですね。はい。最後、仮想通貨もこれを受けて、ちょっとビットコインがおかしな動きを今してますね。これ、ショートカバー的な動きをしています。この時間。待ってください。他も動きが、リップルとかおかしい動きしてますね。10時台この1時間ぐらいでちょっとなんかあったのかな？アルトコインもちょっと吹き上げているフェーズがあります。ビットコインが25,000ドル近辺にいるのは珍しいですね。これでも一時的なものだと思います。一時的なものだと思います。明日の朝9時に日足が出るのでわかりますけどね。イーサリアムは変わってません。まあ、でも一時期のとこよりね、FOMC の関係も含めて、資金が少しずつ戻ってきてる感じは見えます。はい。ということで、金曜日の全体の動きはこれですね。で、S&P の金曜日ですね。これが。これもう見てわかる通り、決算があったところは素晴らしく良かったです。Amazon が 10% 金曜日で上げました。それから Apple も 3.28 上げました。ここ、決算ですね。まあ、すごい良かったですね。Amazon がやっぱり、なんか、ここ次に来るんではないかなと思ったんですけど、クラウドサービスが新しい、まあ、とにかくその次の、決算の予想が素晴らしく良かったので、期待感が出ましたね。久しぶりですね。Amazon がこんだけ上がったの。もう、2年ぶりぐらいかな。Amazon の決算でこんだけ吹いたの。2年ぶりぐらいかもしれないですね。はい。また、ちょっと、チャートを見ていきたいと思いますね。大型株がこんな感じ。ただ、金曜日は、そこまで吹き上げてるかっていうとそうでなくて、大型株がテスラとか、アマゾンとか、アップルが良かったので、全体的な時価総額ベースとしては、プラスだったっていうことなんですね。はい。やっぱ大型株が大きいと、指数的には大きくなりますよね。P&G がマイナスが出てます。また後でちょっと見たいと思います。エネルギーが戻しました。一時的に戻しました。シェブロンも 8.9 と、エクソンモービルも、ごめんなさい、決算だ。エクソンモービルとシェブロンは29日に決算あったんですね。これも良かったっていうことですね。まあ、エネルギーいいですよね。4月から6月は。はい。あと、主だったところは特に、インテルがすごい落としましたね。はい。ここも決算で見てみたいと思います。半導体、全体的には良かったと思うんですけど、インテルだけ、いい決算じゃなかったので、落としました。はい。医療関係も、ヘルスケアも、まあ、安定して、下がってますけど、そこまで安定してますね。これは。はい。ちょっと1週間のパフォーマンス見てみたいと思います。今週1週間。よりいい色ですね。もうずっとこの1週間はベストぐらい良かったですね。今年ベストですよね、きっと。もっとかな？この1ヶ月でもいいか。1ヶ月見ましょうか。ワンマンスで見てみましょう。1ヶ月でもこのパフォーマンスは多分もう、どうでしょう。コロナ明けぐらいの、言ってたな。
大統領選挙ぐらいの時だったっけ2020年の11月ぐらいの1ヶ月のいい動きだったって言ってましたね。はい。とにかくテスラが 30% プラスでした、今月。すごいですね。テスラはいろんなことあったのに。はい。アマゾンが 23.9。昨日の 10% を加えただけでこんな上がってましたね。はい。ということで、この1ヶ月を見るときに本当にわかると思います。大型株が戻ってきて、ヘルスケアとかがちょっと安定してるものがね、マイナスだったという形でした。ただ、メタがやられてます。大型株でも。だいぶ、メタも時価総額小さくなってきましたよね。もうガーファムっていうところから M がちょっと今陰りを見せてますね。はい。あ、しのめさんどうもお疲れ様です。こんばんは。はいはい。そう、音声がね、鳴ったり鳴らなかったりね、ダメですわ、やっぱり。気がつきませんでした。ごめんなさい。さっき、しのめさんの、アリババの話をしてますけど、もう売っちゃいましたって。金曜日 10% とかえらい落としたので、うわっと思って。はい。それではですね、1ヶ月のパフォーマンスはこんな感じなので、ここから、決算とかいろいろ見ていきたいなと思っています。あ、そうそう、今日、おすすめっていうか、僕、久々におすすめを出そうかと思うんですけど、半導体。今日ちょっといろいろ皆さんでテクニカル見て、この半導体の ETF、ちょっと買ってみてはどうかなっていうちょっとお話をしたいなと思います。はい。まずでは、チャートをパッパーっと見ていきましょう。アメリカの方からいきますね。日足に戻します。ダダダーっといきます。アップルです。まあ、金曜日、まあ、先ほども言いましたけども、金曜日決算で、ぼちぼち、本当予想通りの、予想と実態がほど同じぐらいだった。ということが好感持たれて、まあ、中国やいろんなiPhone のね、機械が、この4月から6月はね、売れていたということでね、アメリカ以外の国でもね、結構売れてたので、いい決算を出してくれました。まあ、今回は良かったですけど、まあ、次回ちょっとまだわからないですけどね。決算自体は、売上も、利益もクリア。それから、次回も同じぐらい。はい、収益は同じぐらいです。ということで、3.28 ということでした。はい。次、Amazon。もう久しぶりですね、この日足。これ 10%。ぶち抜いたの。はい。まあ、嬉しかったですね。で、Amazon も買いやすくなって、CFD もそうですけど、買いやすくなってるので、もし、個別株で、考えられるのは久しぶりに安く Amazon 買えますのでね。GMO クリック証券の CFD で Amazon も下がった時にちょっと買ってもいいかなって思います。Apple もいいかなと思う。今ちょっと上がりすぎてるので、もう一回落ち着いてくると思います。ただ、決算はというと、あれ、なんだっけ。利益は実はマイナスでした。でこの Amazon の好感が持たれているのは、次の収益がプラスにかなりなっていること。その次の3ヶ月ですね。ここと、あとは新しい事業とかクラウドサービスに関しての、まあ、展望が良かった。今の仕事より、まあ、なんつうかな、未来の仕事にみんな期待を持てたっていうかね。いうところに、好感持たれて、こんだけ上がっているということになります。はい。じゃあ行きますね。メタ行きますね。メタはもうやったか。やりましたね。だいぶまだ落としてきてますね。はい。アリババ決算前でズドーンと行ってしまいました。はい。決算8月4日ですね。
心配です、これ。1日で 11% 金曜日落としましたので、やばいっすね。89?89 なので、まあ、ワーストは81ですけど、はい。ここ中国ずっとボトムかなと思ったらまたこんだけ落としてましたね。テンセントどうだったかちょっと見てないですけど。あ、1週間のこっち見てなかったな。ちょっと見たかったですけど。まあいいや。じゃ次。ちょっとごめんなさいね。マイクロソフトもやりましたね。はい。こけたけど全然調子が上がってるというはい。もう FOMC パワーですね。もう完全に。はい。ここから半導体いきますね。おすすめなのは半導体でございます。NVIDIA まだまだですね。AMD は8月2日ですが、AMD も期待が持てる、決算が来るんではないかなっていう予想が出てます。はい。クアルコムいきます。半導体です。クアルコムはクリアしてるんですけど、ちょっとここずっと高かったので冷やしで、先週ダーッと上がってきたので一回調整をされてますけど、業績は良かったです。あとあれですね、半導体がいいっていうのはアメリカで半導体の支援法が可決したのかな？通過したのかな？っていうことで、国がもうちゃんとこう半導体に対して支援を行うっていうことが、これからいいことで、なんて日本って、そういうこう、企業に対して、支援をするっていうことを、考えないのかなっていうのをすごく感じますよね。うん。なんかはいかんな。そうすぐそっちに日本と比較しちゃいますね。そう。ベンチャー企業であったり、もっと、日本の産業の企業に対して国が支援したり委託したりとかするお金をもっと出せばいいのに。なんでトヨタとかにも、例えば電気自動車とかもそうですけど、もっと支援できる体制作らないのかなとか思いますけどね。はい。まあ、お金の問題だけじゃないかもしれないんですけどね、これは。でも、そういうところに税金使ってほしいなってすごく思いますね。なんか日本人に、株を買わせることよりね、もっと企業に、支援したりとかね、することを考えたり、経済回すのは、企業を支援したり、まあ、私たち個人の所得も上げることは大事ですけど、やっぱり、なんていうの、産業が発達することを応援することはすごい大事だと思いますよね、今。またちょっと、話が変わってしまうので、すいません。はい。次。まだ、ずっと半導体ずっと続きます。アプライドマテリアルは、決算がまだですね。もうちょっと後かな？もうちょっと後ですね。テキサスインストゥルメント。あ、これ、ジム・クレーマーさんのとこでもやってましたね。はいだっつって。はい。決算も素晴らしかったです。はい。次の、予想も良かったです。はい。ラムリサーチいきます。ここも同じですね。決算が素晴らしかったです。クリア、オールクリア。次の予想もいいです。ここもいいですね。はい。次、ペラダインいきます。ペラダインも同じ。久々ですよ、こう、半導体がこういいよって言って。まあ皆さんも NVIDIA あたりはね、よく知ってるだろうし、半導体も、好きな人も多いと思うんですけど、こういう割と新しいというかね、ところ。GMO クリック証券だとこれ、確か今年の1月ぐらいに新銘柄として出したんですけど、ちょうどもう半導体もアメリカもずーっと下がってきていたので、新発売で商品出してても、誰も買えない状態。これ半年こんな感じですもんね。はい、半導体は。見ると。どこだ？このテラダインだって、こんな上ですもんね。160。ここが1月の13日。そうですね。ここら辺から何を思ったのか GMO クリック証券が、新しい商品出してきたので、誰もこれ買えない。まあ、すぐショートできる形であればね、いいんでしょうけど。はい。
まあ、やっとこう、ボトムになってね、面白い時になりましたよね。はい。スカイワークスソリューション。こちらはもうじきですね。ここもいい数字が出てくる気はしますね。はい。やっぱり、支援法、半導体支援法っていうのも後押しするはずです。ちょっと、ここのスカイワークスソリューションは、次回の、今回の決算に関しては、少し悪い数字になってますけど、少し悪い数字でも上がってれば、もうこれは半導体の業界自体は、本物というか一回ね、買い場が来るなっていう感じですね。ここもね、チャートが日足で、もうダブルボトムがしっかりついてますのでね、マーカーで。はい。ということで、まず今日半導体についてなんですけど、GM クリック証券で、この、おすすめしたいのが、どれだっけ？ごめんなさいね。どこだったっけ？世界の ETF じゃねえわ。ウォッチリスト。あれ？ウォッチリストに入ってないよな。入れましょう。これだ。はい。まあ、これ GM クリック証券、IG 証券でもあるのかな。はい。SOXX ですね。iShares セミコンダクター ETF です。はい。で、今、日足で見ていただくとわかるように、これが半導体の、ETF。ただ、GM クリック証券だと、レバレッジ10倍ですので、ちょっと、レバレッジコントロールはする方は証拠金を入れてほしいんですけど、確かロット5000円あたりだと思います。はい。5000円だと10倍で動いちゃいますので、怖い人は、証拠金もうちょっと入れた方がいいと思うんですけど、こちらの、SOXX は、今で見ると、まあ、買い場としては、久々買い場の話しますよね。これちょっとピンク見えないな。もうちょっとブラシこれでいっか。ここでいいや。8月1回多分落ち着いて下がってくる時が来ると思いますので、日足で言うとここですね。SOXX は380まで1回もし落としてきたらチャンスです。はい。はい。と思います。8月の10日ぐらいな。こいつはもしかしたら、ここまで、行けば、下がってきていったら、少し安定して、持てる銘柄になるかもしれません。はい。ということで、今日はまあ、この半導体の ETF については、ちょっと紹介したいなと思って、いろんなファンダメンタルもいい状態ですのでね。はい。台湾セミコンダクターもちょっと見たいですけどね、これは。はい、SOXX は380あたりをちょっと狙ってもいいかなと思いました。はい。それじゃあ、続き、個別株の方を見ていきたいと思います。うん。そうですね。はい。ダブルボトムのカップイズハンドル、しかも日足ですよ。誰もが見てるかもしれません。逆に上がりきっちゃってると、ちょっと、置いちゃったと思うかもしれないですけど、うん。まあ、さすがにアメリカのその半導体の支援法の可決を受けて、いけると思って買ってる人はいるかもしれないですけど、この2日3日で。でもまだ、チャンスはあると思いますのでね。絶対株ってずっと上がり続けるっていうことは今の時代ありませんので、必ずこう、ホッとして売ってくる人がいますので、このあたり。はい。また下がってくるときは絶対あります。はい。はい。半導体系はそんな感じです。あとじゃあ決算の方に戻りますね。スターバックスまだですね。デルタ航空は終わった？デルタはもうミスでしたね。はい。じゃあ次行きますね。2番。エクソンモービル行きます。はい。
エクソンモービルは、4月から6月に関しては当然クリアです。まあ、原油の関係で。でも、来期に関しては、もう、さすがにちょっと、この、倍は、すごかったですけど、会い続けれるかなっていうと、怪しいと思います。次の3ヶ月は、やっぱりさすがに下がってますね。予想は。はい。まあ、原油安定してくるのかどうかっていうところですけどね。今やっぱ、ここちょっとピークだったかなっていう気もします。それからハリバートン。これはもう同じ石油関係ですね。はい、ここも良かったです。まあ、ちょっとハリバートンは、7月19日の決算で、割と、下がってる時に決算があったので、今底固めみたいな状態になってますけど、実はハリバートンは、まあ、エクソンモービルよりは、まだ、次の決算の見通しはいいです。ので、ボトムになってますけど、まあ、ここまで上がってくるかわからないですけど、少し買い場がある、値幅あるかもしれないですね。36ぐらいまではいけるかもしれません。今、ちょうど28、9ですのでね。はい。エクソンモービルよりはちょっと買い場があるかもしれませんね。ちょっと飛んで、シェブロンみたいですね。ここじゃないのか。シェブロンが、エネルギー、これですね。はい。同じ日に、エクソンモービルと同じ日に決算があったシェブロンですけども、かなり良かったですね。まあ、4月から6月ですので、かなりいいです。決算は両方クリアしています。で、シェブロンは、来期は、3ヶ月は、そこまで悪くないです、予想は。まあ、これもどちらかというと、原油の価格とかなり影響あると思いますので、先物の原油の価格が、90を割ってきたりとかすると、ちょっと落とすかもしれませんよね。はい。やっぱ業績よりも、なんて言うんでしょう。原油の価格と連動してますのでね。若干ズレはありますけど。はい。シェブロンは、まあ今はいいですけど、ちょっと上がりすぎてるか、もう、買えないですね、ここまでいくと。そうですね。はい。で、まだ今買うんだったら、ハリバートンの、原油はハリバートンはいいかなと思います。はい。じゃあちょっと戻して、その他のセクターを見ていきます。ゼネラルモーターズ、終わりましたね。フォード、ごめんなさい。ゼネラルモーターズやったわ。フォード、よかった。フォードもやったわ。すいません。やったわ、これ。はい。自動車関係、ちょっと戻ってきましたね。はい。よかったです。テスラ見ましょう。テスラもうやったんですけど、テスラは決算終わってからの方が、ガンガン伸びてます。すごいですね。はい。テスラも、こう、面白いチャートしてますね。日足で。面白いです。だけど、テスラはやっぱ値動きが荒いので、みんな人気があるので、買いたいと思うと一気に上がっていきますのでね。僕的にはちょっと、CFD で少額で買うにはリスクが高い。現物で買うならまあいいかもしれないですけど。そうですね。でもこの1100っていう位置どうかな、これ戻るにはまだ今年は難しい気はしますけど、何か新しいことがありゃ、サプライズがあれば別ですけど。はい。まあ、落ち着いてくる気はしますけどね、テスラは一旦。この900あたりで、このあたりでね。はい。はい。じゃあ、次ですね。コカ・コーラいきますね。はい。やっぱり、この、なんていうのかな。1年っていうか、長くこう、ね、チャートを見てきて、コカ・コーラとマクドナルドとか、やっぱ安定した株 CFD って魅力がありますね。やっぱもう今半導体はこう、そこを打ってるかもしれないですけど、やっぱ刺激が強すぎですね。こういうコカ・コーラとか、マクドナルドとか、
ダウの銘柄に行きたくなりますね。はい。僕はコカ・コーラ本当大好きなので、長く持っていたいし、値動き見て安定してるなーっていう感じは受けます。コカ・コーラ、やっぱりこの夏場もそうですけど、決算良かったです。で、次も、まあまあ、いい決算も出してます。本当に安定している銘柄だと思います。はい。うん。CFD とかレバレッジかけるんだったらコカ・コーラとかこういうのの方がいいですね、きっと。はい。思います。もう刺激強いテスラとかでやってたらちょっと、振り回されちゃいますね。はい。ペプシも同様です。いい決算でした。はい。すいません。簡単に言います。P&G 下がりましたね。やりましたね。P&G これ珍しい。何が悪かったか。売上が悪かった。利益率がちょっとショートしましたけど、はい。このちょっとだけでね、落としましたね。6%。で、こんだけ 6% だって別に決算で 6% 下がることは大したことじゃないんですけど、なんて言うんでしょう。他が上がっちゃってるからすごい目立っちゃったんですよね。金曜日。はい。まあ、P&G こう、っていうか、冷やしで見ていただくとわかるんですが、だいぶ安定はしてるんですよ。安定はしてて、はい。チャート自体はずっと安定している企業なので、6% 下げても、まあ、次の決算、3ヶ月いいので、そこまで落とさないんじゃないかなと思います。この銘柄は。はい。ウォルマートが、まだ先か。ちょっと下方修正しましたもんね、ウォルマートが。売り上げの。あと、インテル見ましょう。インテルが、落としましたよね。インテルは。すっごい悪いです、これ。さすがに売り上げが、58.25 ってかなり、売り上げがかなり悪い。収益だ。ごめんなさい。利益率がすごい落ちてますね。売り上げは 14.7 でした。マイナス。で、次回の、もう、インテルはもう、自分たちでなかなかこう、新しい開発が難しいんですかね。どうなんでしょう。巻き返しができないのかな、技術の。なんかそんな感じを受けますね。だから、新しい、半導体銘柄は、こう、調子はいいんですけど、まあ、古いっていうか昔からある半導体銘柄は調子悪いですね。ただ、IBM とか、ああいう、通信系のところは半導体ではなくて、違う業種で、こう、伸びていってますので、IBM は、そうですね、伸びていってますよね。インテルと比較していいかわからないですけど。はい。これは、こう、じりじり、IBM も伸びてます。はい。はい。金融系、オラクルとか、どうだったのかな？オラクルまだ先ですね。はい。アフラックが終わってると思います。保険ですよね。あれ終わってないわ。月曜日だった。8月1日でした。すいません。ファイザーは終わってますね。ファイザー。クリアしてます。しかし、やっぱりワクチンの関係、ファイザーはあるんでしょうか？あんまりいい動きをしなかったですね。お疲れさんです。サラさん。サラさん、ありがとうございます。この間、メールします。すいません。なんかはい、12時で終わる理由みたいなちょっと書かさせていただきました。すいません。でも良かったですよね。どうですか現場の方はなんていうかな。株は少し戻ってきてる感じはしてますけど、なんていうのかな。今のそっちのこう、相場感というか、は、実体経済というか、またなんか教えてほしいなと思います。はい。その間ちょっと喋ってますね。ファイザーは
そういう感じで、そんなにこう、決算もクリアしてるけど、そうでもない。次回の売上予想、決算予想はあんまり良くないですね。ファイザーは。はい。で、あとですね、ボーイング。航空関係良くなかったですね。はい。良くないです。それから、3M。ここは良かったですね。はい。3M はいいです。決算クリアしてるし、利益率もともに高い。それから次回の3ヶ月もいい予想をつけてるので、3M は面白い状態。底打った感じのチャートをしています。キャタピラー。もう時期ですね。コストコもまだ先だと思いますね。ガソリン下がりました？よかったですね。日本は相変わらず変わらないですね。小売業は本当に努力してると、本当ですか。はい。今ちょうどコストコも見ようかなと思ってます。まだコストコ、あれでと思いますけど、そうですね、さっき、なんだっけ、ウォルマートも下方修正してましたけど、本当に、はい、小売業とかもね、頑張ってほしいなって思いますね。やっぱ小売業が、値段がなんとか下がってきて、僕はちょっとうまく経済学者なんで言えるかわかんないですけど、コモディティの商品が下がってくる。まずは。大豆とかコーンとか原料が。フードバンクの利用者が、そうなんですね。はい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 。いやー、そうなんですね。やっぱり実態が少しね、明るくなってくると本当いいですよね。はい。相変わらず給料は高くてインフレは高い位置でね、ずっといるとは思うんですけどね。はい。今ちょっと、ちょっと前にね、YouTube でも見ました。アメリカのそのアルバイトの雇用についてっていう動画も見たりとかしましたね。時給が5000円でも集まらない仕事とかもあったりとかすると。これ多分輸送関係だと思うんですけどね。とかね。あと飲食関係のアルバイトでも結構高い時給でも人が集まらないとかいうのも聞きますしね。人手不足だなっていう印象がすごくあります。はい。なるほど。あと、こっちは、いいかな。あと8月上旬でやりますね。日本のアメリカの決済は。で、最後に、すいません。日本の決算をちょっと見ていきたいと思います。日本は、そうそう。ちょっとカレンダーでね、行ってきますね。この国内決算のカレンダーですけど、これマネックス証券で出てるやつなんですが、はいはい。家賃の値上げがひどい週が、そうなんですね。1ベッドルーム400ドルが一気に、すごいですね。そんな状態って日本じゃありえないですよね。そうか、次家賃か。そういえば僕不動産の方最近全然見てないですよ。リートも見てないな。どうなってるんだろう。リートもちょっと見てみたいですね。はい。すごい上がり方しますね。なるほど。全然やっぱね、家賃とかって州によって違うんでしょうね。勉強になります、本当に。ごめんなさいね。で、ここが国内の、カレンダーですけど、国内の決算は、やっと始まったところです。本格的に。マネックス証券のカレンダー見ると、この週末で
28日に143、29で411。で、日本の決算のピークは、8月の9、10、お盆前ですね。12。この8、9、10、12。ここがピークです。なので、日本の決算はお盆前に一回まとめて、ちょっとやっていきたいなと思ってます。はい。で、少しだけ、大型株でも決算があったので、それを紹介して終わりたいなと思います。ですね。とにかくアメリカが調子が今少し良くなったので、全体的にホッとしてる感じですね。パッパーっと待ってくださいね。どこだったっけ？これ調べたんだけどな。武田と、パナソニックと、武田が終わってる。あ、武田薬品終わってますね。ちょっと悪かったですね。決算が、売上が、ちょっとショートしています。売上はクリアしてるけど、利益率が悪かったですね。ごめんなさい。利益率が良くなかったです。次回の、決算は、今回と変わらないくらいということで、若干落としたぐらいです。まあ、武田高い位置にいるのでね、若干落とした。まあ、買いたい方はちょっとこれ、チャンスかもしれないです、武田は。はい。それから、パナソニック。パナソニックやったぞ？この間やったぞ。見ただけか。見ただけだわ。ちょっとこれも、パナソニックも落としてますね。売上がいいんですけど、利益率はちょっと悪いです。パナソニックは金曜日 2.3 落としてます。次回も、これもゼネラルエレクトリックと同じですね。はい。下げてきて、今、揉んでる感じですね。はい。あとどこだったっけ？日本のやつ、まだ終わってない。日本のやつちょっと調べてくればよかった。日産は終わってるか？日産終わってました。日産良かったですね。決算は。はい。日産自動車。決算は良かったです。それから、次回の売り上げも、いいですね。日産が。これは面白いかもしれません。はい。日産は今、揉み合ってますけど、昨日は、決算でちょっと落としましたけどね。もう、面白いかもしれませんね。はい。揉み合ってて、抜けてくるかもしれません。短期的なところですね。パッと見てください。ニトリ、全日空、これ次ですね。NEC、NEC が落としてますね。うわ、めちゃくちゃ悪いじゃないですか、NEC は。日本電機めちゃくちゃ悪いです。決算が、利益がめちゃくちゃ悪いね。これ、大丈夫か？予想も悪いですけど、あれですね。もうすごい良くないですね。はい。首脳陣がリセッション否定してるけど、そうですね。そう。マイナス成長でしたよね。2期連続。はい。リセッションだと思ってますね。なので、僕も今日ね、さっき前半にちょっとお話ししたんですけど、下げ止まったかなっていう嬉しさはあっても、これからもう1期下がるかなとか、もう2期下がるかなっていうのを考えないけど、ただ、1年を通するとこの前半の、あれですね、ものは、マイナス今年はマイナス成長だなっていうのは言えるかなと思いますよね。はい。だからって言って、例えば S&P とかが3600まで落とすかどうかっていうのは僕もまだわからないというか、底堅いかなと思ってはいます。はい。ちょっとここ、多分投資してる人と、若干意見が分かれるかもしれないですよね。エコノミストは確かそういう、まだ下がる
かもしれないと思ってる人もいるかもしれませんよね。はい。あ、お花さんありがとうございます。KDDIJT。あ、そうなんですね。はい。JR 東日本。ちょっと延長していきますね。もうすぐ終わりますね。あ、はいはい。JR 東日本。ああ、いいですね。はい。JR 東海も、まあまあ良かったと。この間 JR 東海見ましたよね。良かったと思います。はい。次の時もいいですね。JR を。はい。それから、みずほ見ましょう。はい。金融関係、みずほ。あ、すごいいいですね。みずほサプライズぐらいですね。はい。あ、ただ、次回の3ヶ月が、ちょっと今回良すぎたので、決算が。悪い予想が出てます。悪いっていうか、今回がいいですね、めちゃくちゃ。はい。その割には上がってないですね。みずほも抜けてこないですね、ここポンと。抜けてくるといいですね。はい。JT。あと最後、JT、ユニチャム、ヤマト、明治、村田も、あれ村田も終わってるんやな。村田も終わってますね。あ、村田ちょっとショートしてますね、売り上げが。村田製作所。今もまだ日経225に入ってるのかな？はい。あ、ただ、次の予想はいいですね。いい状態です。半導体もやってます村田は。はい。まあ、調子上がってくる気はしますね。はい。はい。ということで、ちょっと駆け足になりましたけども、来週、米国株のもうちょっと、決算もピーク迎えると思いますので、それを見つつ、で、木曜日までやるかな？ちょっと火曜日までで決算一旦終了して、木曜日はまた違うことをやるかもしれませんけど、一旦アメリカの決算は、まあ、火曜日ぐらいでまとめをさせていただいて、で、まあ、落ち着いてきたところで、何買おうかな、みたいな感じで考えてもいます。はい。で、世界の、ETF とかもなかなかできてないので、FX もそうですけど、また決算が終わったらいろんな銘柄をね、ジャンルとか、お話しできればなと思っております。はい。はい。サラさん本当ありがとうございました。もうちょっとでも来てくれて、こう喋ってくれると本当に、嬉しいです。本当助かります。はい。はい。僕ら本当に数字でしか、全然こう、追ってないのでね、数字で見て、こう、ああだこうだ言ってるだけの感じですので、全然こう、実感が湧かないっていうか、ですけど、こうやって言ってくださると、ああ、なるほどねっていうことがすごく勉強になります。また、朝早いと思いますけどね、いろいろこう、現場リポーターじゃないですけど、遊びに来てくださると嬉しいです。ありがとうございます。はい。それでは、また、火曜日ですね。11時から、行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。どうもありがとうございました。失礼いたします。